雑談です。アバランチです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかしら。コツコツ作業を進めながらいろいろやっておりましたが、何にもそれ以外はしていないかな。していないね。していないということで、早速行きましょうか。見ましたですわ。いろいろ見ていたんですけども、やっぱ今日はこれでしょ。アバランチね、2回目、月曜夜10時、フジテレビ系、カンテレ制作なんですけどね、フジテレビ系で放送しておりますアバランチの2回目がありまして、これも結論から言うと本当にこれはあれですよ。まんま森友学園問題の赤木ファイルをそのままドラマにしたような話でございまして、そのアバランチっていうのがね、アバランチという意味が、雪崩とか、あと何でした、サイバー系の犯罪者がね、警察に見つからないように仕掛けたサイトの仕組みのことも言うそうですけども、これは雪崩式にこう黒幕をあぶり出していくみたいな話になっていくのかなとは思いながら見ておりますがね。1人3000万円で集められた4人、もう1人増えるかもと言いながらね、集められた4人が俺たちそういうんじゃねえからっつってね、またこれ最後に言うんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。で2回目の話は自殺したと見られていた夏川さんっていうね、秘密を知るというか、その資金の流れを裏帳簿を見つけてしまって、これどういうことですかって問い詰めたら、自殺に追いやられたというか、殺されてるんですけども、それを今回は暴き出すという話が主で、これほんとまんま森友問題の赤木ファイルね、このドラマの中では K ファイルというその資金流用の帳簿が見つかったっつってやってるんですけど、本当にまんまそうだよなと思いながら見ておりますけども、このアバランチね、3つだけルールがあるっつって、バレるな、殺すな、裏切るなね、それ以外の方法はどんなことをしてもいいっつって言われてるんですけども、綾野剛さんこれちょっとほんとね、殺す直前までボコるっしょ怖すぎませんかめちゃくちゃ武闘派すぎるっしょと思いながらね。で、今回の目玉というか、その亡くなった夏川さんの亡くなるギリギリまでね、なんていうんですか、近くで取材をされていた方の記者がおるってんで、じゃあその人とコンタクトを取ろうと自宅に向かったところ、なんと恋人がね誘拐されるところだったんですよね。でそれを間一髪助けて、そっからバタバタとっていうかね、その記者の人は狙われてるってんでちょっと雲隠れをしていると。でそれをなんとかコンタクトを取りたいんでつって、メッセージを出したらそれにちゃんと乗っかってね、連絡をよこしてきて、会うことができてっていう流れになるんですけど、そのね、このアバランチの4人のメンバーね、綾野剛さん、それから高橋メアリージュンさん、それからあと千葉雄大さんと、あとあの人ね、田中洋次さん、
人がいるんですけど、その千葉雄大さん、ハッカーというか、ネット系に強いね、牧原さん役をやってる千葉雄大さんがなんとお姉さんがその殺された、自殺と見せかけられて殺されちゃった人だったってことがわかるんですよね。だからこれも異常なぐらいの後半ね、すごい迫真の演技と素晴らしい、もうね、血気迫るような演技を見せてるんです。ここも見どころっつったら見どころですが、それがね本当に最後本当に最後の最後ね、こういろいろ暴いてきたところででもこれ2話目でここまで行くんかっていうぐらいね、話がすごく進んでいくんですけど、最後の最後にそのカンボジアの学校を建てる資金が30億円が流用されてペーパーカンパニーに流れていたみたいな話なんですけども、それを暴いて最後にね、これはこれを見ている国民の皆さんに判断は委ねますっつってね、ネットで放送されて、でその後にこうカンボジアのその学校の資金のねあれに寄付があったっつって、でその寄付された人の名前がマヘチッタっつって、それは日本語に直すと大使という意味だっつって、でその大使って誰かっつったら、この千葉雄大さんが演じてる牧原大使のことでみたいなことが、そこがね、その後にね、お姉さんが生前の兄弟のやり取りがあるんですけど、ほんとそこまで来てね、いやよく練られたストーリーというか素晴らしい、ドラマ。おまけにっていうか、ほんとマジで綾野剛さん強すぎちゃって怖いよね、本当に。めちゃくちゃかっこいい。でふらふらとね、警視庁で窓際族に追いやられている福士蒼汰さんがね、結構もう全部知ってて、僕をなんで全部教えてくれなかったんですかって言うんですけども、そこに返した綾野剛さんの言葉がこれまたかっこよくてね、何でも説明してほしいんだな今のやつらはっつって、そんなもの説明しなくてもわかるだろって、本当にブルース・リーの言葉をそのまま言うんですよね。考えるな感じろって言葉知ってるかっつって、いやーめちゃくちゃかっこいいというか、マジでブルース・リーに見えてくるよ。そうなると本当に綾野剛さんがいや本当にかっこいいというか、この武闘派を演じさせたらね、めちゃくちゃかっこいいね、本当に。で結構展開が早いんで、これどこまでね、でドラマの最後に実はその福士蒼汰さんの大学時代の同級生だったことをすれ違うんですけども、今議員の秘書をしてるんですとかなんとか言っちゃって、それがなんと大山、内閣官房副長官の秘書をしてると。これまたね、ここでまた一悶着あるのかっていうところ、予告でね、それが予告の直前で流れるんですけど、これ本当に展開早いわ。バタバタとね、問題を解決していくというか、なんでどこまで行くんだろうというね、2話目でこれですよね。いやこれ本当に恐ろしいドラマだなと思いながら見ております。アバランチ、これは TVer だったり FOD かなんでね、見逃し配信ありますんで、ぜひご覧になってください。いや本当にこのドラマを見てね、だから本当に森友学園の赤木ファイルのこととかね、本当に紐付けてみると面白いし、現実世界でもそういったアバランチみたいなね人が本当にいればいいのになと思うんですけども、最後ね、ちょっと爆弾を使って脅すシーン、というか脅迫というか、脅迫じゃないな、拷問に近いね
自白をさせるシーンがあるんですけど、その時にこう、あの爆弾が本物か偽物かは置いといて、田中洋次さんがこうカバンから取り出してね、素手で持ってこう置くわけですよ。そういうところは指紋でこう本人バレないのかなとかね、そういう心配をしちゃいますけども、あと後片付けはね、どうしてるんだろうとか思いながら見ておりますが、そこはドラマなんでいいとしても、すごいドラマが始まっております。アバランチ、2話目、これ本当に面白いんで、またこれいい時期にやってますよ。これもうすぐ選挙でしょ。だからこのドラマを見てね、森友学園のことを思い出して、やっぱりあんなね、このノリのノリ弁で何回ももうね再調査しないとか言ってんのは許せないってね、思いますよ本当に。だから本当にこういったドラマでリアルなというかね、現実世界とこう紐付けて考えてみるのも、本当に時代を映す鏡というかね、だなと思いながら見ておりましたので、ぜひご覧になっていただければなと思いました。コント次元爆弾、赤い方を切るか青い方を切るかみたいなね、次元爆弾のコントっつったらそんなんがありますけども、あれね、本当にリアルにそういう作りになってんのかなって思っちゃうんですけどね。どれ切ってもダメなんじゃないかっていう作り方できないのかなとか思っちゃいますけども、アバランチ非常に面白いドラマが始まっておりました。あと綾野剛さんが本当にかっこいいね。殴られたい。綾野剛に殴られたい。そう思っちゃうドラマですので、ぜひご覧になってくださいといったところで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。